こんにちは、大輔です。海外旅行事情2021年1月下旬ということで、アジア、北米、欧州、各国の入国条件の最新情報を確認してまいりましょう。1月はですね、予想に反して動きがね、意外と多いんですよ。例えば、ビザ免除を継続するアジアの国々の動向であったりだとか、欧州各国の入国ルール、これがね、一部強化され始めていると。そして日本がついにビジネストラックを中断してしまうということでね、これらの行く先に一体何が待ち受けているのか、状況がこれ以上悪化することがあるのかどうかについて、特に心配な日々を過ごされている皆さんが多いことと思います。主要な30カ国以上、世界の渡航ハードルを短時間で理解できる入国制限緩和シリーズ第16回目のラインナップはこちらです。1、アジア圏ビジネス往来の再開のめどは。2、アジア圏ビザ免除国その後の動きを見ていくと。3、米国ついに陰性証明が必須に。4、欧州入国禁止されない理由ということでいきますけど、本チャンネルでは世界の渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ禍の海外行きを待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、アジア圏ビジネス往来の再開のめどはということですが、2点3点してきた日本政府なんですけどね、最終的には全てのビジネストラック、レジデンストラックの中断を発表しましたよね。主にアジア圏の11カ国と結んでいたこのビジネス往来なんですが、こちらがですね、ではいつ再開されていくのかというところが気になるわけです。今現在ですね、これを推し進めていた張本人でもある菅首相、菅内閣の支持率というのはだだ下がりという中ですよね。皆さん、総理本人のメンタルを心配するような声までが上がっているこの状況なんですけど、それはさておきまして、冷静にですね、どういった条件が整うと再開になっていくのかということを冷静に考えてみたいなと思うわけなんですね。一つは数値が落ち着くと、デイリーの陽性者数が落ち着いていくということが挙げられるわけなんですけど、昨年のですね、緊急事態宣言が5月ね、終わったということで1ヶ月ぐらいありましたよね。その後2、3ヶ月ぐらいの時間を置いて7月末からレジデンストラックが初めて開始されたという形でして、制度設計はこの時にもうすでにやってますので、今回の緊急事態宣言というのが2月の7日に終わるのかどうかっていうのは、これはね、わかりませんけど、その後の落ち着きを見ながらですね、再開されていくとなると、早くても3月だとか4月っていう可能性があり得るんじゃないかなと思うわけなんですね。この日々の陽性者数っていうのは水物ですので、これに左右されて国を開いたりだとか閉じたりするということは、我々渡航を待つ人間にとってはですね、結構辛いお話なんですよね。もちろん長期目線で考えれば、日本政府としてもやりたくはないはずなんですよ。この開いたり閉じたりっていうのはね。そこで2つ目の条件を考えてみたいということなんですけど、こちらはですね、ルールの厳格化をどこまで実施できるのかというお話なんです。要するに、物理的な感染ルートをですね、100% に近い形で遮断すると防ぐということができれば、状況は大きく変わっていくということですよね。一辺倒に入国禁止しかないという今のですね、水際対策にもう少しバリエーションを持たせていきたいということなんだと思いますけどね。世界の中でも特にこれが徹底できている国は、じゃあ一体あるのかどうかっていう話なんですけどね。僕が思い浮かぶのが中国なんですよね。日本と中国っていうのは一体じゃあ何が違うのかということで、中国で注目されている場所といえばですね、これは武漢なわけですよ。昨年の今を思い出しますと、信じられない状況が今広がっているわけでして、武漢ではですね、今現在マスクなしでクラブの営業ができているなんてことが報じられていますけども、大規模イベント、ショッピングモール、飲食店、いずれもオープンしているということですよね。1年前は予想もできなかったこの状況、日常が戻った中国ということですけど、2020年の GDP 成長率もですね、世界の主要国の中では唯一の勝者なんていう風に報じられているわけなんですよね。こういった経済回復、商業施設の回復ができた大きな理由の一つがですね、健康コードにあるんじゃないかということが言われているわけです。この健康コードっていうのはですね、簡単に言うと、その人のウイルス感染に対する安全度を判定して表示するアプリケーションのことなんですよね。表示するだけで終わらないのが、このアプリ、このシステムのすごいところということでして、健康コードを提示しないとですね、あらゆるサービスを受けることができないということで、地下鉄に乗れない、職場に入れない、店に入れないという、こういったね、状況になるわけなんですよ。これは健康コードをかざさないと、日常生活に必要なサービスを受けられないということを意味しているわけですから、結構ね、これがすごい仕組みなわけなんですよね。も
ちろん入国後の隔離についてもリアルタイムな監視が始まるということで、後からヒアリングされるとかではなくてですね、徹底隔離がその場で始まるということになるわけです。これはですね、濃厚接触だとか感染リスクの疑いがある人は自動的に弾かれる、人が集まる場所にそもそも近づくことができないというような仕組みそのものであるということが言えるわけですよね。それでは反面ですね、日本はどうなのか。日本のココアですよね。皆さん入れてますか？ココア。僕入れてますけどね。日本のココアだと濃厚接触者にはアラートが通知されはしますけども、その足でですね、電車に乗って、飲み屋に出向いてもですね、特に何も起こらないわけなんですよね。もちろんその後に感染が分かればですね、保健所から電話が入ってヒアリングされるんですけど、それだと後の祭りっていうことですよね。中国というのは IT の力でリアルタイムにしかも自動的に行動を抑制できているということで、このいった仕組みを敷いてですね、日本よりもだいぶ先に進んでいるということが理解できるわけです。あともう一つの違いとして、例えばですね、一斉 PCR 検査体制なんかが整いつつあるのが中国ということなんですよね。大規模ドームを地方都市に短期間で建設をして、ある一定の地域にいる市民全員をですね、一斉に PCR 検査するなんてことができてるわけですよ。そしてその陽性者を強制隔離していくということをやっていきますとね、例えば数人陽性者が見つかった段階で、追加調査ではなくて、もう全員検査をして、アウトの人を根こそぎ隔離するということができるわけですから、すごいということで、こういったね、措置がなぜ一体できてしまうのかというと、国民性の違いがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。例えば中国というのは、命と個人情報、どちらがね、大事ですかというと、やっぱ命なわけで、個人情報を好んでやっぱ差し出すといったですね、文化があるわけなんですよね。それに対して日本というのは、濃厚接触者の確認というのは全て口頭でヒアリングになると。これは何でかというと、法律と経済を理由にですね、反対意見が出た時に新しい法案を通すことができないと、すなわち大胆な政策が取ることができていない日本というですね、今日本のいけてないところばかり目立ってしまってますけど、1月に入ってですね、そんな日本も一応入国ルールを強化しているわけなんですよね。入国後の隔離ルール違反者がですね、一体どうなるのかということが、規定がね、更新されましたということで、名前などの個人情報が公表される可能性がありますよということでね、ありましたけどね、これ役所が必ず公表しなくちゃいけないってなってるわけではないんですよね。気をつけなくちゃいけないところがね。だからまだまだ中国なんかを見ると、日本がね、そういったことを後追いするのかどうかっていうのはこれ分かりませんけど、まだまだ超えなければならないハードルは多いんだろうなということで、それでもね、一歩踏み出したという状況が1月、確認できたということです。で、これはあくまでも感染防止対策という側面に立った見方なので、人権問題も踏まえてですね、一概に強く規制した方がいいのかどうかに関しては人それぞれの考え方があるということで、とはいえね、タイだとかシンガポールに続いて、もし中国がですね、本格的に人の往来を再開し始めたとしたら、おそらく今の日本の制度だと、それに追従すると、リスクがどうしてもやっぱ高くなってしまうということでね、そういった理解をしておいた方がいいのかもしれませんよね。ということで、まとめますと、ビジネス往来再開の目処というのは、2つあるということでね、デイリー陽性者の落ち着き次第だよというお話と、もう一つは人々の行動、入国後の隔離も含めて IT の力で抑制ができていくのかどうか、この2つについては見極めもしていきたいということでね、ビジネス往来の再開、これを中長期目線で考えたときに、これらを継続するために必要なポイント、お話をさせてもらいました。それでは次参りましょう。丸2。アジア圏ビザ免除国のその後の動きなんですけどね、見てまいりましょう。こちらの動画でもお伝えした通りですね、タイに関しては12月の下旬から隔離前提のビザなし渡航が可能になっております。コロナの変異株が騒がれる中での緩和ということで、早速これ中断になっちゃうんじゃないかなというふうに心配しながら見守っていたんですけど、今のところこれが停止されるっていうような報道はありませんので、粛々とこちらが進んでいるということなんだと思います。ただしですね、これは14日間の強制隔離が前提になるということと、あとビザ免除で滞在できる期間というのはもともとはですね、30日間でした。
なので、隔離生活を送ってしまうと、その残りがですね、半分の15日程度になってしまうということで、これ結構微妙だったんですけどね、これへの対策として、実はですね、滞在可能期間が45日に拡張されるということで、こういった配慮がなされているね、観光立国ならではのタイの動き、さすがだなというふうに思いましたね。さらにこの45日よりも長く滞在したい人はですね、通常の観光ビザの発給も始まっているということで、これをやると45日から60日ぐらいかな、申請ができるということで、タイはかなり柔軟に国を開き始めているということでいいんじゃないでしょうか。一方で、市中感染の広がりが懸念されているということで、バンコクを中心にした部分的なロックダウンが開始されているというところもありますんでね、これは注意をしていきましょう。続いてですね、シンガポールを見ていきたいんですけどね、こちらもビザなし、隔離なし渡航が継続して6カ国から受け入れているということで、残念ながら日本はハイリスクとして含まれてはいないんですけど、エアトラベルパスの事前申請を前提にして、オーストラリア、ブルネイ、中国、ニュージーランド、台湾、ベトナム、これらからの観光目的での渡航、しかも隔離なし渡航を実現させているのが今のシンガポールということなんですよね。このコロナの変異株が出現してきた今の時期に、隔離なしでの海外からの受け入れを継続しているというのは、結構リスキーなんじゃないかなというふうな見方があるわけなんですけどね。一応、こういったところも踏まえてシンガポールはルール強化に踏み込むということが分かりました。シンガポール保健省は新たな水際対策として1月24日午後11時59分以降、なんでこれ1月25日以降ですね、に入国するすべての人、シンガポール国民や永住者を含むを対象に到着時の PCR 検査を実施すると発表していますということで、あくまでもですね、PCR 検査で防ごうということではありますけども、今後の動向に注目をしていきたいということで、シンガポールせっかくここまでやるんだとしたら、タイのように14日間隔離前提にですね、もう少し国のバリエーション広くね、受け入れるってことをしないのかななんていうふうに思いますけど、ここのとこどうなんでしょうかね。ということで、このタイとシンガポール両国に関しては、アジア圏では先進的と言ってもいいんじゃないでしょうか。あとはですね、残念ながらアジア圏他の国については、だいぶ保守的な情報っていうのが続いていますよね。中国、韓国、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド、モンゴル、ベトナム、カンボジア、ラオス、ブルネイ、マレーシア、ミャンマーということでね、あとはフィリピンとインドネシアに関しても、ひとまずは1月中旬までは外国人からの入国がもう完全に制限されてたんですけど、この措置がですね、月末まで続くということで決定されましたね。特にフィリピンに関しては僕の方でも深くウォッチをしてるんですけど、配偶者ビザを持っている人であったとしても、今現在は再入国ができないということになりますから、かなり厳しめの状況になっているんだと、理解をしています。特にお正月の規制ということで、日本に一時帰国していた 9G ビザをお持ちの方ですよね。だから就労ビザを持っている方、こちらの方はですね、予定変更を余儀なくされているという状況なので、2月以降のルール緩和が一体どうなっていくのかに関しては、僕と一緒にぜひチェックをしていきましょう。それでは次のお話参ります。3。米国ついに陰性証明が必須にということで、コロナが始まった当初からですね、アメリカに日本から入国できるのかどうかについては皆さんに定期的に報告をさせてもらっていました。基本的には従来通り可能ですよということで、パスポートとエスタで普通通り入れるということなんですけど、もちろんですね、ハワイだとかグアム、ニューヨークだとかは、州によっては14日間隔離が前提に義務化されていたりしますんでね、要注意ではあるんですけど、他の国と比べるとそれほど厳しくはないというのがアメリカの印象なわけなんですよね。ただしここに来て、ついにアメリカ全土で、渡航前の陰性証明提出が必須になるという報道になっているんですよ。これですね、まだ日本の外務省のサイトにはきちんとした文章見当たりませんので、アメリカの CDC のサイト、要するに一時情報を皆さんと一緒にチェックをしていきたいなと思います。こんなことが書かれていますね。すべての入国者に対して陰性証明が必要だと。アメリカ市民にも適用されるんですかということが書かれていましたが、これね、イエスということなので、全員ですね、この事前の検査が必要ということになるわけです。こういう続きますね。過去にコロナ感染をした人については、回復したことを証明する書類の提出が必要ですということで、これあまり聞かないルールなんですけど、感染者が多いアメリカならではなのかもしれませんよね。そして、検査方式です。
検査方式は拡散増幅検査 NAAT か抗原検査のいずれかという記載になっていましたね。唾液検査で大丈夫なのかどうかであったりだとか、細かいルールの記載がありませんでしたので、実際に渡航をされる方はですね、検査機関だったりエアラインだったりに直接細かい条件問い合わせをね、事前にされるのがベストかと思います。この措置は1月26日からの渡航で適用されるということになるようですね。それでは次参りましょう。欧州入国禁止されない理由は何なのかということで、皆さんこれ気になりますよね。なぜこんなにもアジア圏と欧州の国の開き方がね、違うのかというお話なんですが、これ僕の憶測もだいぶ含むんですけど、大きく2つあるんじゃないかなというふうに思いますね。1つ目はもともと陸地続きで国境が開放されている場所が多いんだという背景があるんだと思います。厳しく入国を制限することがそもそもやっぱね、難しい土地柄ということがあるのかもしれません。これは日本のような島国とは、正反対のね、対照的な事情だと思いますね。そして2つ目、世界の中でも陽性者が桁違いに増えてしまったということが挙げられるんじゃないかと思うわけですね。例えばイギリスだとかスペインをはじめとした、欧州各国のすなわち陽性者が多い国々っていうのは都市封鎖をして人々の動きを、止めようとはしますけども、海外との渡航制限を積極的にかけていくということはしてないんですよね。これは密度が低い国から人の往来を止めることが必ずしも自国の感染拡大防止には効果が薄いからと言えるのかもしれませんよね。ということで、昨年の7月あたりからですね、渡航制限を解除してほぼ以前の状態に戻りつつあるといった欧州各国なんですけども、この年末年始で完全に風向きが変わってきていますので、皆さんに報告をしてまいります。入国禁止までとはいかないんですけど、どの国もですね、入国ルールを強化するという方針で変わっていっているんですよ。この1月で動きが見えている国というのをチェックしていきましょう。12月下旬から3度目のロックダウン中のイギリスなんですけど、出発前陰性証明が必須になっていますということですね。これは南アフリカだとか未知の変異株の流入を防ぐためというふうに報じられていました。そしてフランスです。フランスはですね、1月の18日から出発前の陰性証明が必須になるということと、あと1週間の自主隔離が必須になるということですね。そして次はポーランドです。10日間隔離が必須というルール化が年末から1月の17日まであったわけなんですけど、これがですね、1月31日まで延長されるという報道が直近でね、ありました。そして渡航前陰性証明が必須になっていたギリシャなんですが、これに加えまして自宅隔離7日間、これが必須になったんですね。ひとまずは1月21日までという報道でしたけども、その後も延長される可能性ありますんでね、これは注意していった方が良さそうですよね。そしてイタリアです。こちらも従来から入国後の隔離が必須という形ではあったんですが、引き続きこのルールは課せられた状況になるわけなんですね。こんな感じで当初は特別なルールがなく、ビザ免除プログラムが復活して自由に入国ができ始めていた欧州圏なんですけど、事前の陰性証明が必要になったりだとか、入国後の隔離措置がここに来て必要になってきたりですね、動きが激しくなっています。やはり、未知の変異株、これのね、流入をいかにして防いでいくか、これ以上悪化をさせたくないということが、心情としてあるんじゃないかなというふうに思いますよね。こんな感じで本日は入国制限緩和シリーズ第16回目1月下旬版ということでお届けしましたけども、まとめていきましょう。まずはアジア圏ビジネス往来の再開めどに関しては2つあるということですね。出入り陽性者の落ち着き次第だというところと、人の行動、入国後の隔離も含めて IT の力で抑制できていくのかどうか。そして2番目のお話、アジア圏ビザ免除国のその後の動きとして、特にタイだとかシンガポールに関しては一部のルールの強化はあるんですけど、渡航災害に向けての往来を維持しているという状況についてお伝えをさせてもらいました。そして次、アメリカ、ついに陰性証明が必須になったということで、渡航をされる方はですね、証明書の準備、これを忘れずに参りましょう。そして最後、欧州なんですけど、過去に緩かった分、今になってルールが厳しくなる傾向にありますよね。もちろん推奨はされませんけど、どうしても渡航の必要があるという方、事前の準備、変異株が蔓延しているエリアでもあるので、今後の動向に特に注意をされてみてください。そして今です
ですね、世界大きく2つにやっぱ分かれ始めてるなっていうふうに思いますね。積極的に渡航緩和を行ったエリアが今は段階的に逆にルールを厳しくし始めているという点。もう一方ですね、当初から厳しく入国制限を課しているエリアに関しては、ほんの少しずつ国を開こうとはしているものの、まだまだ先は長いということで、この2つに分かれた世界がですね、渡航制限の緩和とですね、さらなる強化を、行いつつ、またね、一つの世界に戻ってくれることを皆さんと一緒に待っていきたいと思います。ということで本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。大輔でした。